もう一緒にいない方がいいと思う。当時の私は納得できませんでした。治療頑張って生還してきたのに、もうお前さんは結婚するとかできなくないって思いました。生きる意味を見失ったら悪化もするんじゃないですかね。こんにちは、はるか先生です。こんなマシュマロが届いていました。最近おすすめにあってはるか先生の動画を見ました。大変な経験をされたのに前向きな姿に尊敬します。私は学生です。私なんか失恋して数ヶ月引きずってるのにはるか先生はすごいです。というマロをもらいました。私すごいんだって。今日は恋愛の話をしましょうか。実は避けてきた話です。なぜなら、この話をすると私は泣いてしまうからです。結構時間経ったから大丈夫かな？いや、多分ダメかもしれない。でも、私より若い学生さんが恋愛で引きずってしまうと言っているから、私の話でも聞いて吹っ切れてくれたらいいなと思います。私が泣いてしまうという恋愛は、交通事故に遭った当時付き合っていた人との恋愛です。とっくにその彼とはお別れしています。恋愛の感情って人それぞれだし、正解はないものだと思うから賛否起こる可能性はあると思います。赤裸々にお話しするので、どうか温かい目で見守ってください。交通事故に遭いましたと言ったら、何が一番大変でしたか？辛かったですか？とよく聞かれます。一番辛かったのは過酷な治療だと思うでしょ？私が一番辛かったことは、当時付き合っていた彼とのお別れでした。私が24歳の時に彼と付き合い始めて、約1年間お付き合いしていました。私は25歳の11月に交通事故に遭いました。彼は8個上だったので、当時32歳です。めっちゃ年の差だと思うよね。私の過去の恋愛はみんな結構年上で、精神年齢が高い年上が私は好きでした。私は25歳で結婚願望がそこそこあったし、相手の年齢的にも結婚前提に付き合っていました。付き合って1年経つし、年末年始とかそこら辺の連休を使ってそろそろお互いの両親に挨拶しに行こうかという計画を立てていました。プロポーズはされていませんが、そういうお話だったので、サムネに婚約破棄と書きました。ほぼ婚約破棄だと思っています。当時の私は、この人と私はきっと結婚するんだって思ってましたよ。事故に遭ったのが11月です。私がちゃんと目を覚ましたのは12月です。この12月に意識もちゃんとしているので、自分のスマホをもらって携帯を見ることができました。スマホをもらってまず第一に思ったのが、今日何月何日？デートの約束すっぽかした？私の状況絶対知らないよね。ということです。客観的に考えると、お前自分の体調の心配しろよなんですけど、誰かに迷惑をかけたとか、そっちの方が私は気になっちゃって、どうしようどうしようって当時思いました。このデートすっぽかしたかもって言ったのは、ご両親の挨拶ではなくて、二人のただのデートだったんですけど、でも彼の誕生日が実はあって、目覚めた時には彼の誕生日が過ぎていたんですね。なので、私、やったわ、みたいな。大事な日をすっぽかした無視したみたいになってるじゃん。っていうので、焦りました。で、LINE を開くと、彼から私の事情を知っているという内容のメッセージがありました。職場が同じとかでもないし、結構年上だから地元のとかでもないですし、全く別のコミュニティの人だったので、私の家族とか周りの人には連絡手段がないと思っていました。でも、過去の私がしっかりしててさ、信頼できる幼馴染に連絡先を渡してたんよ。この人が結婚したいぐらい好きな人だから、私の身に何かがあった時にはよろしくねっていうことで、幼馴染に私が連絡先を渡していたの。母は私に結婚したいくらいに思っている彼氏がいると知っていたので、なんとかして連絡を取らなきゃって思ったらしいんですね。それで幼馴染を頼ったらしいです。
幼馴染が母に連絡先を渡して、母と彼が直接連絡取れるようになったみたいです。母と彼が電話で話したらしい。彼はすごく泣いていたらしい。すごい優しい人と付き合っていたんだね。この人なら、はるかを支えてくれるだろう。そう思ったと、後から聞きました。私が事故したのは2022年だったので、当時まだコロナの名残があって、その影響で面会ができませんでした。家族ですら面会ができなかったので、入院期間中は彼に会うことができませんでした。退院したら会おうねと言って、入院中は毎日 LINE で容体を報告したりとか、たわいもない話をしたりとかしました。私が元気になったら、彼氏に会える。また人生再スタートできると思って治療頑張った。生きたい。絶対生きてやるって強く思った。実際ありえないくらいの生命力、治癒力発揮してますから、多分そういうパワーがみなぎっていたと思います。退院した後に彼とは2月ぐらいに会って、私がこんなになってごめんね。心配かけてごめんね。いろいろ予定してたことが実現できなくてごめんね。そんな感じのことを謝りました。今は職を失ったけど、4月から年度が変わるタイミングで少し仕事も復帰するつもりだし、治療はもう少し続くけど、一緒にいたいという気持ちを彼に伝えました。すると彼からは、もう一緒にいない方がいいと思う。俺が力不足で幸せにできないと思う。別れた方がいい。と言われました。ちょっと28歳の今の私からいいですか？一緒にいたくないって言えばいいし、まず幸せにしてって頼んでないし、私のことが幸せにできないじゃなくて、俺が幸せになれないんじゃないですかって思います。別れた方がいいっていう言い方は何ですかね？別れたいんでしょ？あくまではるちゃんのことを考えて選択しましたっていう言い方をしてますけど、自分のことを考えて言ってますよね。だから、別れた方がいい、その方、何々の方がいいみたいな、そういう言い方はずるくないですかと、今の私だったら思います。今ではこんな風に思うんですけど、当時の私は納得できませんでした。なんでってたくさん聞きました。もう好きじゃなくなったのって聞いても、好きだけど、こうした方がいいみたいな言い方をされて、へみたいな風に思ってたのね。納得できなかったんですよ。もう好きじゃないとかさ、お前が普通の健常者じゃないから無理だとか、浮気されたとか、しっかり傷ついたり、はっきり言われた方が、きっぱり諦めがつくんですけど、そういう言われ方をされなかったので、本当にずるいですよね。いるよね、でも、こういう人って。自分は最後まで悪者になりたくないみたいな、そういう人は結構いますよね、多分。たくさん話して、たくさん質問してなんでを聞きました。私の主観ですが、彼が私を振った理由がいろいろわかりました。ちょっと整理してまとめてみたので見てください。はるちゃんが事故に遭って生きるか死ぬか、命がどうなるかわからないってなった期間に本当に辛かった。もうこの辛い気持ちを経験したくない。味わいたくない。怖い。そう思ったらしいです。ね、次。元々の寿命より脳を損傷したことで寿命が短くなったかもしれない。俺より先に死なれるのは嫌だ。と言われました。背負いきれない。そして、金銭的にも今まで通りとはいかないから将来が不安だ。このようなことが大まかな理由だったみたいです。これを聞いて私が思うことは、まず、一番最初のね、命がどうなるか分かんなくなった時に怖かったってことですが、今回このタイミングで起きたけど、人間みんな平等に人生にはいろいろな危険やハプニングが転がってると思うんです。だから、一概には言えなくないって。みんないつ何が起こるか分かんないから、今を楽しく生きようとか、後悔のない生き方をしようって思ってるんじゃないんですかねって思う。
俺より先に死なれるのが嫌だと言っていますが、そんなね、私寿命が短くなったなんてお医者さんに言われていませんし、確かに脳に疾患は負ってしまったけど、私の方が年下だから年下の私が後に死ぬなんて絶対じゃないじゃん。交通事故に遭わなかったとしても、病気にかかって早死にする人だっているし、何とも言えないよね。背負いきれないとは何でしょうかね。何を背負うのでしょうか。私そんな彼にお世話してもらおうとか介護してもらおうみたいなそんなこと思ってませんし、現状一人で何でもできてますし、背負いきれないとか言う前に私の方がしっかりしてますけど、みたいな。背負いきれないって私に対してだから思うことじゃなくて、もうお前さんは一人の女性の人生をこうもらって結婚するとかできなくないって思いました。で、最後の金銭的にもっていう話なんですけど、確かに私が平均よりほんの少しだけ稼いでいたんですよ。だから、これからどうなるかわからないけど、その時は職を一回失っていますから、収入が減るっていうのは事実ですけど、そんなね、結婚して旦那さんに養ってもらうみたいなことは言ってませんから、お金って大事だよね。お金って一番こう悩んだりするところなのは、わからなくもないですね。こんな風にいろいろ話し合って、いろいろ聞いて、それでも別れた方がいいと貫かれたので、結局退院してすぐ振られて別れることになりました。絶望しました。せっかく治療頑張って、生きたいってすごく強く思って生還してきたのに、こんな仕打ちを受けるんだったら、いっそのこと死んでしまった方がマシだったのではないか。死んでしまった方が辛くなかったんじゃないかって思いました。生きる意味がなくなったと思ってました。でも、生きてしまったし、この彼氏以外にも私には大切な人がたくさんいたので、幼馴染にはすごく助けられて、精神的に。私、もう少しちゃんとしなきゃって思ったので、ちゃんとするためには、どうしよう。立ち直れないからどうしようって思った時に、もっと最悪なパターンを想像してみました。もしこの彼と別れずに付き合い続けて、もっと長い年月を共にした状態で振られたら、その方が辛いなと思いました。やっぱり長い年月共にした人との方が思い出もたくさんあるし、いろんな感情、愛情が増えていく分、別れ辛くなるじゃん。もしくは、その後、もし結婚できたとして、子供ができたとして、育児って何が起こるかわからないし、子供に何かあったり、親として決断しなくちゃいけなくなった時が来たら、来ると思うんです。そうなった時に、この人頼りなさすぎるじゃん。だから、良かったのかなみたいな風に思った。私はちょっと育児したことないからわかんないけど、自分より大切って母親は言うじゃないですか。だから、自分の子供の時にそんなことが起きたら、もっと最悪だって思ったし、早くに別れられて、傷が浅くて済むじゃん。遅かれ早かれこうなってたのかなって思うようにして、別れるのが吉と思ったんですね。そうやって自分を納得させました。納得させたというか、もう絶望しちゃったから、少しでも生きるモチベーションを上げるために、そういう風な考え方にしたけど、やっぱり引きずりました。結婚したいぐらい好きだったからね。生きる意味を失ったのか、実はこの後、生命力がガタ落ちして、この脳動脈瘤っていう脳の疾患を私今持っているんですけど、それが悪化しています。その後ね。因果関係があるかわからないけど、少なくともあると思います。だって、強く生きたいって思って、生きたいっていう気持ちがすごく強かったから、こんなに奇跡を起こせたのじゃないかなと思いますから、生きる意味を見失ったら、悪化もするんじゃないですかね。だからね、本当に私ってこれ気持ちで
パワーが違うんだなみたいな生命のパワーが違うんだなって思いました。まあでもその疾患はその後手術をして今は全然大丈夫な状態になっているので、心配しないでください。彼はいわゆるハイスペだったと思います。詳しく言わない方がいいと思うからこういう表現をしますが、私と彼の2人の収入を合わせたら余裕で年収1000万以上いきます。だから私が収入がなくても彼氏におんぶしてもらおうみたいな、彼に養ってもらおうっていう、そういう寄生すると思われてたのかもしれないなみたいな。もともと私が共働きしたいタイプだったし、男性に負けてられないみたいな自立した女性になりたいっていう風に思っていたので、そこが好かれていたのかなと思います。寄生するつもりはないですけど、普通に考えて彼の収入で金銭的心配してるのはちょっと理解できないなっていうのは一つありましたね。おそらく私はまだもらっていないんですけど、賠償金、慰謝料とかで彼の年収を余裕で超えるぐらいの莫大なお金を多分今後もらうと思うんですが、そこを狙うやつもいるじゃん。だからそういう金銭的な目的で一緒にいるとかではなかったから、それはそれで幸いだったのかなと思います。だからいろいろ彼にそうやってね、一緒にいられない理由を言われましたが、彼がそういう懸念していることを越すほどの魅力が私になかったのだなと。悔しいですね。私がもし魅力的な女性だとしたら、本当に私のことを世界で一番っていう風に思っていたら、それでも一緒にいたいと言われてたかもしれないから、結局そんなね、人一緒にいるべきではないと思うんですが、それほどの魅力が私になかったのだなって思うと悔しいです。だから、元の可愛い姿に戻りたいとか、見た目にこだわる理由もここにありますね。ハンデを負った人だとは思えない。普通の健常者よりも可愛いとか綺麗とか、そう思われるようになりたいと思った。彼より稼げる女になってドヤ顔したい。長生きしてるところを見せつけたい。そこら辺にいる女よりもすごいぞみたいな風に見せたいの。そういう風に思うようになったのはこの失恋がきっかけじゃないですか。私みたいに悔しくて悲しい思いをした人はたくさんいるのかなと思います。学生さんだって引きずってるって言ってるし、大人だっていろいろあるよ。恋愛は難しいです。恋愛とか、人生、こじらせてる理由の中に身体的なものが含まれてる人もいると思うんですね。だから私が先頭を立って、私が前例を見せれば不可能じゃないじゃんって思えるじゃん。この人、ハンデを負ったのに、あんなことがあったのに、誰よりも輝いている、幸せそうに生きている、めちゃめちゃ稼いでるじゃんって思ってもらえるように、それを目標に前向きに生きています。今は別の新しい彼氏がいます。俺には背負えないなんて言わない人だと思います。今日話した自己当時付き合っていた彼氏、別れた彼氏と今の彼くんのこの間にもいろいろありました。恋愛でいろんな経験を経て今に至るので、経験値をね爆上げしてくれてどうもって感じです踏み台になってくれてどうもって思ってます。心にギャルを宿す感じで生きてます。はい、ちょっと長くなっちゃいましたが、私の辛かった恋愛話でした。人の恋バナ聞くの結構好きなんですけど、皆さんはどういう恋愛をしたことがありますか？皆さんの恋バナも聞いてみたいです。皆さんの恋愛を聞いて、マジかー、すごいわーそれみたいなそういう反応しながらエピソードを聞きたいですね。もしよかったらコメントでもマシュマロでも送って教えてください。チャンネル登録と高評価とハイプしてくれると運気上がるみたいなので、よかったらどうぞ。根拠はないです。チャンネル登録と高評価、ハイプよろしくお願いします。泣いちゃう話。ちょっと泣いちゃったけどね。さすがにこんな話を聞いたら学生さんは、はるか先生よりマシだわって思ってくれるんじゃないですかね。そう思ってもらえたら嬉しいです。じゃあまた次の動画でお会いしましょう。じゃあね。